どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。だいぶ涼しくなってきましたので、今日はこのルーフバルコニーを大改造していこうと思います。ここはね、うちのルーフバルコニーなんですけど、都内のマンションなんでめちゃくちゃバルコニーがね広いというわけではないんですが、それでもね約14平米ぐらいあって、今こんな感じで前の家で室内管理していた植物の大半を屋外管理しているんですけど、まだねスペースに多少余裕がありますので、ここをより快適なバルコニーにしていきたいと思っています。目的というか、どんなバルコニーにしていきたいかというところなんですが、まずオープンエアでくつろいだり作業できる空間を作りたいというのと、あとこたつが歩き回れるミニドッグランみたいなのにしたいというのと、あとは引き続き植物の屋外管理もできるようにしたい、この3つですね。そんなわけで今日やることは、まず床一面に人工芝を敷いて、でここにテーブルとチェアも置いて、あとこたつが安全に走り回れるように対策もしていきたいと思っています。今まで通り植物の屋外管理をしながら、晴れた日はここでこたつを安全に走り回らせてあげたり、僕はねコーヒーを飲みながらくつろいだり MacBook で作業できるような、そんなね空間にしていきたいと思っています。では早速作業を始めていきます。結構暑くなってきたな。はい、まず床一面に人工芝を敷いていきます。で人工芝もねいろんなタイプがあるので、どれにするかね悩んだんですが、いろいろ調べて実物も見比べた結果、こちらのねニトリの人工芝ジョイントパネルというものを選びました。こんな感じでね質感が結構リアルなんですよね。 IKEA とかのも見たんですけど、フェイク感がね結構強くて、このニトリの方がちゃんとねなんか4種類の芝みたいなやつを混ぜ込んでミックスしたものになってるので、もうパッと見ねフェイクグリーンに見えないような圧倒的にねリアルな見た目質感だったので、こちらにしました。で毛足もね非常に柔らかくて、芝もね長すぎないので、こたつがねこの上で走り回ったとしてもあまりね足に引っかからなくて、怪我もしにくいんじゃないかなと思います。で裏面はこんな感じになっていて、1センチぐらい8ミリぐらいかな、ちゃんと浮き上がっていて、排水穴もちゃんとついてるので水はけも比較的良さそうなので、こちらにしました。こんな感じですね。これ1枚が30センチ ×30 センチで、裏側のこのジョイント部分が爪みたいなのがあるんですけど、このジョイント部分をはめ込んでつなぎ合わせていくということで、簡単にね敷いていけるみたいです。で1枚1枚ね結構軽いし、簡単にね切ることもできるらしいので、ニッパーとかで切った方がいいと思うんですけど、切って加工することもできるらしいので、これだったらねサイズ調整もしやすいんじゃないかなと思います。でこれが単品でも買えるのか分かんないですけど、今回購入したのは32枚セットで1万3000円ぐらいで、コスパもね比較的高いんじゃないかなと思いましたので、これを今回ね4セット買いました。でもうね床面は高圧洗浄機で綺麗にしてありますので、あとはね早速こちらを敷き詰めていきたいと思います。あとこれねちゃんと芝目があって、こちらから向こうに向かってこう芝がね流れるような芝目になっています。なのでこれを日の光に対して、日の光がこっちから入るのであればこっちに向かうように並べていくと、反対から見た時にね日が入って逆光になるので、芝の立体感がいい感じになるらしいので、今回はね朝日に対して反対向きになるようにしていこうと思います。こっち側が東なので、東からこういう風に日が入るようになるように、なのでこっち向きに芝が、この向きですね、この向きになるように敷いていこうかなと思います。ではね早速敷き始めましょう。もうめちゃくちゃ簡単、ほんとはめ込むだけで敷き詰められそう。ひたすら敷いていきます。これ今敷いてる途中で気づいたんですけど、芝目がこうなっていて、でジョイントパネルをつなぎ合わせるときに、横はいいんだけど、こういうふうに縦つなぎ合わせようと思ったときに、先こっちを敷いちゃうと、この上に乗せたときにこっちの芝がちょっとはみ出ているので、どうしても噛んでしまうんですね。なのでこっちを置いて
こっち芝目の向きがこっちだったら、この芝目の下の部分、ここにかぶせるようにパネルをはめ込んでいった方が圧倒的に作業が楽そうなので、今反対からずっと敷いてっちゃったんだけど、一旦こっち側からこう敷いていって、で敷き詰めて、ちょっと移動させるみたいにしていこうかなと思います。失敗した。こっちの方が多分絶対に綺麗にいくと思うってことで進めていきます。こういった継ぎ目の部分、ここがまだね馴染んでないので、一旦こういったブラシとかで慣らしてあげるといい感じにね芝目が馴染むらしいのでやっていこうと思います。結構いい感じに馴染んでいくな。完璧じゃないけど多少はいいんじゃない？でこういう風にねちょっと芝が毛羽落ちみたいな感じで出てきちゃうんで、ちょっと一回掃除機を最後かけた方がいいかもしれないですね。ちょっとこう芝が抜け落ちたりはするので、これ後で掃除します。最後1枚これだけねちょっとだけ切った方が良さそうだったんで、切ってみようと思います。ハサミでいけんのかな。ハサミで普通に切れる。いけますね。ちょっと硬いけど普通のハサミでも切れないことはない。ただ枚数何枚も切ろうってなると結構大変そう。今回はこの1枚だけ、この辺だけを切るんでどうにかなるけど、そんなにめちゃくちゃ柔らかいわけではないけど、どうにかハサミでも切れる。ニッパーとか使わないでもいけますね。このクロスになってるところにハサミ入れちゃったから、ここがやっぱ一番硬いですね。よし、切れた。どうにか切れました。でこれをここにはめ込みます。よし、さあ芝生敷き終わったんで、もうこれ裸足で歩くのがめちゃくちゃ気持ちいい。一旦ちょっと掃除機をかけようかと思います。すげえ、めちゃくちゃいい感じの芝生になった。心地いい。靴下の裸足で楽しみたい。いや普通に公園の芝生みたい。気持ちいい。これはいいな。芝の長さもちょうど気持ちいい感じ。指にも引っかからないし、きっとこたつも楽しく駆け回れるでしょう。そうだ、テーブルとチェアをじゃあセッティングしましょうかね。こんな感じかな。はい、セッティングできました。今回はチェアもテーブルもヘイで揃えました。こちらがパリサードアームチェアと、こちらがテラゾーテーブルラウンドというものになってます。70センチ系のテーブルかな。どちらもカラーはスカイグレーを選びました。でこのテラゾーテーブルの方はね、足元がこうテラコッタカラーのね大理石で、ここ可愛いですよね。どちらもアウトドア家具なので雨ざらしでも大丈夫だそうです。一応ね、雨溜まってたら長期間そのままにほっとかずに水はけはした方がいいらしいんですけども、でも基本は雨ざらしで大丈夫なようなので、ちょっとこれをね使っていこうと思います。はい、こんな感じでねチェアテーブルともね用意できました。いいっすね。ここでね作業とかできますね。
あと最初にお話しした通り、ここはねこたつのミニドッグランとしても使えるようにしたいので、こたつがね安全に走り回れるように対策していこうと思います。まずね柵を設置していきます。後ろの方穴あたり今ね園芸資材が置いてあって、植物に使う肥料なんかも置いてあるのでちょっと危険なので、あそこにねこたつが向こう側に入れないようにこのね柵を立てようと思います。こちらの柵がねアイリス大山のペットフェンスみたいなやつなんですけど、こちらをね買いましたので、こちらを立ててこたつが向こうまで行けないようにしようと思います。で一応ねこれ90センチのタイプとこっちが60センチで2枚買っていて、でジョイントパーツがあるのでジョイントでくっつけることによって60センチの方をねこう開いて扉みたいに開けるようにはしようと思います。じゃあこちらをね設置します。でこれをジョイントで留めます。回して止めるだけなんで結構簡単。こたつね結構知恵がついてきたんで、回して外すのとかねものによってはできちゃったりするんで外されないことを願います。まあ多分これは大丈夫でしょう。これでこんな感じで開け閉めができるので、こういうのでロックみたいにしておけば開くことはないでしょう。 OK。 普通にこれ開けなくても僕またぎゃいいな。これなまたいじゃえば良さそうですね。こたつが飛び越えないことだけを願おう。今ねあっちにフェンスは置いたんですけど、この辺りこの植物棚のところにもこたつがね潜り込んでいって、この蜂とかね植物とかちょっと気になってね頭突っ込んで遊ぼうとしたりしちゃうことがあるので、ここにもねフェンスをつけようと思います。今回はねダイソーでこういったワイヤーネットこれを買ってきたので、一応この大きさのは2枚つなげて、でここにねこれ今マグネットがついてるんですけど、マグネットフックがついてて、ここにこの2枚連ねたものをこういう風に引っ掛けてこういう扉にしようかなと思ってます。これをね取り付けてきます。こう幅がねうまくいかないことが多いと思うんですけど、そんな時はね結束バンドでこれで留めてしまえば、結構結束バンドはしっかり留められるので、これでねこう幅調整ができる。この幅で縛ってしまえば OK です。できた。ちなみに同じワイヤーネットをこのバルコニーのフェンスの足元の部分にね張り巡らせてるんですけど、これはこのね隙間からこたつが出てしまわないようにと思って貼ってみたんですけど、こたつの成長が思ったより早くて、もう今やどう頑張ってもこの隙間からね出られない体格になってきたので、せっかく貼ったんですけどねあんま意味なかったですね。はい、柵も取り付けましたのでこれで完成です。はい、そういったわけで今日はルーフバルコニーの大改造をしてみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルでは暮らしに役立つ情報などいろいろ発信していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。